ユーフィールノーマルというホラーゲームを買ってみたぞ。レトロチックでいいね。いろんなステージがあって、その一つ一つが違った気分にさせてくれるらしい。ホラーならうちがサクッと攻略したるで。たまには僕もささらと遊ばせてくれ。で、たまには見物するのもええもんや。プレイは2人に任せるわ。それじゃあイヤちゃんとデートだね。なら少しでも長く遊びたいものだな。さて、始めてみたが冒頭から雰囲気がいいな。いろいろフラッシュバックしてるようにも見えるね。これから行く場所を未来予知してるのかもしれんぞ。よし動ける。車で事故ったみたいだな。この道路、なぜか知ってるから進む先わかるや。頼もしいな。でもまずは持っていけるものを漁れ。ほいさ。ドアとトランク開かないから進もう。自分の車じゃない可能性も出てきたな。事故った車は爆発するかもだから離れようね。真夜中の暗さでもないからライトもいらんな。曇った夕方レベルで助かる。誰かに殺された少女か。ミステリー要素もあるのかな。張り紙もあるけど小さくて読めない。同じ子のか？写真が違うから違うっぽい。事件が多い場所なんだな。30キロ制限、遅くない？歩行速度の話なんじゃないか？それは早すぎない？ああ、ここがあるから遅くなってたんだ。結構な田舎に見えるが歩行者がいることあるのか？奥に観覧車が見える。そこで行方不明者が続出してるのかもな。行方不明ではなくても迷子になりやすいだろうから子供からは目を離さない方がいいな。顔はめパネルあるよ。はめる部分がないだろ。並んで5人家族風にはなれそうだが。進めないや。まだ道はあるさ。カットしたるで。明かりついてるし誰か住んでそう。管理人か何かか？複数人いる。家族？仲睦まじいな。距離取ってぶつかったら窓割れないかな？無理だろうな。どこから入れるんだろう。お、ここ？おお。猟奇的だな。行方不明者をここで何かしてたのか？なら一家団らんしてるの肝が座ってるね。それは気が狂ってるって言うと思うぞ。警戒していく。あれいない。おお。本当にいない。食べ方が汚いな。バナナが一本も食べられてないのが気になるね。ならんぞ。あれ玄関閉めたっけ？玄関扉は勝手に閉まる家の方が多いと思うが。言われてみればそうかも。あれ汚れてはいるけど特に何もなさそう。外から覗けた部屋はどこなんだろうな。階段踊り場の扉が開かないからそこかな。ベッドが血まみれだ。枕側が汚れてるから首でも切られたのかもな。殺意が高すぎるよ。痛めつけてないだけ優しくもあるさ。同じ人かな？過去と現在と未来を表現してるのか？絵の芸術は全然わからないや。君とのお出かけ先に美術展は避けるとしよう。ごちゃごちゃしてる。何もないなら外に出るしかないな。ここ絶対何かあるでしょ。なかったから外行くぞ。あれ？こんな場所あったっけ？玄関とリビングはあっちだけど、こっちもともとどんな部屋だったっけ？空間の魔術師がいるのか？冷凍庫かエレベーターの扉。一軒家にあるまじき階層があるんだな。あ、これ騙し絵だ。すごい。なんだろう、すっごい楽しい。いつものホラゲーとあまり変わらないと思うが楽しんでくれてるなら嬉しいよ。なんかね、ワクワクするの。あ、戻れない。道がないというか廊下が縮んだか？エレベーターの奥の部屋もなくなってる。おお、どんどん狭くなってる。これ押しつぶされるんじゃないか？そろそろエレベーターに乗れたりしないか？一部屋残ってるけどこれ？動いてる？スケア対策に離れておく。特攻するなら離れた意味あったか？おお、一寸先は闇。ポジティブに進め。隙間から覗けばいいの？2階に進むエレベーターだったのか。さっきよりも部屋がきれいになってる。地下泥かうんち。どれであれ綺麗になってるとは言い難いな。窓の外に何か見えた。車？誰か帰ってきたのかな？君が笑顔で迎えれば不法侵入も許してもらえるさ。鍵を手に入れた。踊り場か外だな。ここじゃないね。本気でビビってるの珍しいな。もう完全にウォーキング系の気持ちでいたもん。誰？
死んでる？酔って寝てる？車で帰ってきたのなら飲んでないだろう？助手席なら問題ない。家の外の扉も開かなかったから、顔はめパネルまで戻ったで。いや、顔はめでは、はめられるようになってる。取ってく？割とキモいからいらない。こうかな？いらないぞ。なんだあの手。テーマパークに来たみたいだね。テンションも上がるか？エレクトロニカルな明るさがないと上がらないかな。チケットは買わなくても入れそうだ。売り場の生肉感がすごい。入場するで。入り口に目立つキャラクターを置くのは定番だね。子供からの人気はなさそうだ。意外とこういうのが人気キャラになるんだよ。遊園地にたまにある迷路だな。入れないや。左右に分かれてカップルで入って中で出会う迷路なのかな。どっちかが入り口でどっちかが出口なだけだと思うぞ。まあ迷路は得意だから任せといてね。ためらわずに押したな。この線の向こうがどうにかなった感じかな。次は迷路だろうしトイレ行っとこう。子供の声が聞こえないか？海での鳥の声に聞こえる。トイレが混んでて入れないのはリアリティがあるね。あれ？あんなに明るかったっけ？にぎわってるじゃないか。混ざりに行こう。混ざって遊ぶような場所じゃないと思うけど行こう。ほう、不思議だな。突然何か出てくるやつでしょ。何もない。迷路の反対に鍵付きの門があったわ。その3桁ロックの数字を求めて迷路へ。苦手なら僕がやろうか？見える迷路で迷うことはないよ。入り口の隣が出口なら行くべき場所が分かってるわけだし簡単だよ。年金か？その質問の意味の方が迷路よりも分からない。象の声か？動物園じゃないんだよ。テーマパークにはいないものなのか？言うほどここテーマパークなんか？遊園地だとは思ってる。攻略完了。数字はどうした？あ、嫌でもなかったよ。てか入り口が消えてる？新たな入り口がそれなんじゃないか？出口と入り口が合体して出入り口になったんだね。また騙しがあったよ。しっかり騙されたな。むむ ?2 と 5？ 7だと思うぞ。じゃああと2つ。戻ってきちゃった？同じ数字なんじゃないか？それは高度な罠すぎる。これで終わり。本当に迷わなかったな。773で開かない罠。割と時間かかったな。迷路より難しかったよ。森の方は少し暗そうだな。今まで通りがいいよ。次のシナリオは現実となる。あなたは不安を感じる。そういえばステージ式だったね。長く遊べそうでいいだろう？この遊具で遊べたりしないか？子供向けすぎると思うが遊びたいのか？いつだって幼児に戻りたいと思ってるからね。遊べない遊具しかないから出てく。そこが出口なのか？他にそれっぽいとこないもん。ほらね。頼もしいな。全然不安を感じないぞ。やることもわかりやすいしね。ゲーム自体の目的はわからなすぎるけどな。わからなくても楽しめてるから問題ないね。おかしい。戻れない。ループに気づくまで長かったな。逆にドライバーのとこまで戻ろう。近い。いやまあ取るべきものは取ってあるんだよね。ならまた U ターンだ。異変はないけど引き返すよ。異変探し系ゲームではないぞ。ループにはまってるのは異変やろ。一応壁の隙間がある可能性もチェックしとく。ちょっとゾクッとした。これ？正体不明の攻撃を受けてるのか？門の鍵外した後の道に戻ってきたとか？明るくしたるで。なーにこれ？何か運んでいたのかもしれんがわからんな。まあ進んでいく。森の中を歩かされるより道があるのは助かる。行き先が間違ってないって安心感があるしね。どこにたどり着くかわからない不安感はないのか？今はない。なにこれ？むむ？次のシナリオは現実となる。あなたは不安を感じる。いろんなパターンで不安を煽ってきているのか？ホラゲーの不安感には慣れてるから問題ない。船
船は動いてないし動かせないな。周りは灯台があるね。船の向き的にあそこに行けばいいんだね。絵だな。また騙し絵か？おおう、絵の中に入った？気になるのは灯台くらいだし登りに行くぞ。箱発見。チークで使うおもちゃみたいだ。ぜひとも遊ばせていただきたい。今度買っておくとしよう。灯台内部へ。地下はない。高そうだしかなり登りそうだ。またループに陥ると思ったんだがな。ここでさっきのチークおもちゃに入れる積み木があると読んでる。ほらね。誰でも予想できてたと思うぞ。じゃあ降りる？あれ？入り口消えた。空飛んでいくしかないな。飛び降りるとかでもないや。でも上から見れたから次行きそうな場所は分かった。降り方はわからないのにな。後ろ向いてる間に開いてくれてるっしょ。おう、もうこのゲームについて理解しきってるな。上から見えた光ってる場所はあそこだね。落ちないように気をつけるんだぞ。ベッド？なら枕元にブツがあるはず。よっしゃ、これがあると安心して眠れるとかだったらごめん。ホワイトハウスがあった。潮風でやられてそうだ。中で誰か暴れたのか？スケアに警戒していく。何もされずにスムーズに進めたな。四角の穴から全部入りそう。セットタイプだったんだ。あと一つ探そうな。随分と暗いな。夜の海だしね。お菓子に見えた。スポンジにも見えるな。灯台の音ってこんなんなの？これ灯台からしてる音なのか？灯台の明かりを頼りに進むんやないか。さすがに暗いしな。もともと光ってたと思うけど進む？船着き場みたいなとこあったよ。来る時に見た船がついてるのかもな。しょぼい小舟か。移動音にビビっちゃった。次は動揺する感じなのか？これも不安でええと思うけどどうやろな。未知の体験をする楽しさを感じてはいるよ。飛びかかってきたりしないよね。マネキンか？最近の洋服屋のマネキンって首あるの多いよ。人間にしては血が出てないのが気になるな。AB 型なのかもね。そういうものなのか。右の道を行くべきだな。なんで？標識がそう言ってる。むしろ誘われてそうで怖いね。岩人間か。これも首がないね。朽ちているだけにも思えるがな。どっちのルート通ってもここに来れたっぽいや。帰りで確かめればいいさ。戻ってくる必要はあるのかな。これもう首なしがトレンドの場所なんじゃないか？新手のダイエット方法として流行ったのかもしれないね。パソコンとラジオと何？画面は見えるけどわからんな。おう。目があった。今の海外ミームでこれが流行ってたりする？どの道を通っても変わらなかったな。くっついた。寝た。で？僕たちも寝るか？進んだ。ゾッとするみたいだぞ。だんだんと不安の強さが上がってきてたから、ここで爆発させてくれるのかな？何の音だ？水が流れると見た。穴が開いて落ちるんじゃないの？全然違ったな。無機質だ。ボタン？ボタンもだけど誰かいるね。首取れてた人？同じ顔の兄弟かもしれんな。ボタンで開けてあげればいいのかな？そんなつもりじゃなかった。そっちで火を吹いたのになぜそっちを押すんだ？止まらない。開くのか？生きてる人に謝らなきゃ。謝る気があるならなぜ押す？悲鳴も聞こえなくなったな。生きてる人がいないなら謝らなくてもいい？人の心は持たなきゃダメだ。死んでも許されないだろうから、私も焼け死んでおく。主人公が強すぎる。同じことは体験したってことで進むね。ゲームではいいけど現実ではやるんじゃないぞ。もちろんだよ。正直緑のボタンを押したの悔やんでるし。赤も火を吹くボタンやで。絶対に罪悪感を抱かせる罠じゃん。一つ大人になったってことさ。あんな思いをするくらいなら子供のままでいい。人？どこから出てきたの？同じ方には進みたくないからこっち行く。怒られたくない子供みたいだな。私が燃やした人とは別人かもしれないけどなんか嫌だった。一番最初の車があるだけだし戻ろう。
左が点滅してるな。戻ってもしょうがないし進む。待ち伏せ？ついてこいってことなんじゃないか？ふむ、まあ行くしかなさそうだ。車と違ってこれは見覚えがないや。全部見てきたつもりだったけどな。今までのオブジェクトが置かれてるラスダンパターンじゃないのかな。なんです？どこからの音かわからないから進む。あ、お疲れ様です。3人目なのか同じ人なのか。あれは見覚えがあるね。序盤の遊園地みたいなところのだな。言うほど遊園地でもなかったところのだね。あ、お疲れ様です。定時だから退社してるのかもね。ならついていけば出口にはたどり着けるな。これが外れて進めたりもしないみたいだしね。お疲れ様です。じゃあこっちに何かあるんだ。もう慣れてしまったな。こんなに船大きかったっけ？見たのは小さかったぞ。まだ続くのか。この後に何が起きるのかワクワクだね。ホラーだしドキドキもしていいぞ。ずっと遠くで光ってたのあれか？ごめん。なんか勢ぞろいしてる。説教されるのか？何か悪いことしたっけ？燃やしただろう。燃やし尽くしたから動けないはずなんだよな。これつけたら許してくれるかな？次のシナリオは存在しない。あなたは普通だと感じる。次がないなら感じるのは安心感じゃないのか？わかんないけど吹っ飛ばされてる？動きの制御もできない。空中制御は難しいからな。あれ？終わった？ 1 時間かからずサクッと遊べたな。どうだった？未知を体験する楽しさと怖さのバランスが良くて、なぜか初めてホラーゲームを遊んだ時の感覚を思い出したよ。いろんな場所があったけどどこかしらに懐かしさを感じたもん。それは良かった。僕としてはレトログラフィックなのに現実的な不気味さを感じたのが良かったぞ。ホラゲをやってきた人にこそぜひ一度遊んでみてほしいや。そうか。やり終わったからいつもなら寝るところだけど、気分上げ上げで眠れないよ。もう夜だから寝ろ。なら一緒に寝て。いいとも。歌も歌ってやる。わーい。それじゃ今回はここまでだ。ホラーに限らず良さそうなゲームを新着から見繕っておくから、チャンネル登録や評価もよろしく頼むな。それじゃあまたね。